チェンバーボーン。アップデート7。動力不足によりボットのエネルギー切れを多発させるも回し車の動力で乗り切った我らがビーバー。ビーバーこそが最高の動力。この調子で安定生産を続けてさらなる建設を始めるのだしかし一難去ってまた一難、山の上のスクラップが枯渇。一応在庫もあるけど隣のここを取り尽くしたら終わり。これ取ったら鉱山が必須になるな。無職がいたので建設作業やらせましょ。ビーバーの数は160匹、結構な大所帯になってまいりました。ダイナマイトや改良型繁殖ポットにより、生成物の需要が増えたので遠心分離機を増築。適当な場所がなく食品工場が解体された。食品工場はビーバー工業区に移転します。こっちならアホほどある回し車の動力も有用できるぜ。レシピも3室年に生産予定。25日の長めの干ばつ明けで、貯水湖の水が少なかったので手動で清水弁を締めとこっと。ハード難易度さんが割と本気になってきた。ただいま推進を見誤り無駄工事が多かった。固定の平坦化の補修工事中。今埋めてるところまでが中央クレーター湖に吐き出すことができる模様。これが終われば無駄なく水が使えるかな？重力バッテリーシャン。ボットのエネルギーがまた切れてると思ったら、バッテリー切れで充電できてなかったのか。愛らしいビーバーに回し車で充電してもらいます。ボットに奉仕する、それがビーバーの喜び。働け、もっと働け。へえ、回し車マシマシ一丁。1台完成したけどダメだったか。一応昼間はエネルギー備蓄できてるからもう1機完成すれば夜間も持つかな？後で確認しましょ。だな。固定にスクラップの取れる遺跡があるけどここは遠いから一旦封印。無駄に資材使う突出部でわざわざ埋める細かいレイムさん。間違えて掘った溝はビーバーがはまらないようゆっくりだけど安全な建設依頼を出しました。細かい気配り。はっはー。相変わらず丸太の在庫は2桁、緑地を増やして植林エリアを拡大だ。さすがにこれだけ増やせば大丈夫でしょ。使い板の在庫1500もある、作りすぎじゃね？いっぱい作っていっぱい消費するから OK。頑張れー、重力バッテリーさーん。しかし応援の声も届かず、早朝には備蓄がゼロとなり止まった。ギリアウト。まあビーバー出勤したらすぐ動くぜ。夜中にこっそり植林エリア拡張のため聖地指示。夜中にやるなよミニキーだろ。スカ土砂の在庫もねえよ。いつか完成するでしょ。適当だな。食品工場完成したと思ったらシャフト繋がってなかったけん。急な移転でやっつけ仕事で設計して失敗したのず。ああ干ばつ25日明けに27日ときたか。貯水はできてるがハード難易度さんが荒ぶってきつくなってきたぜ。有り余る労働力で遠くの天然の木を伐採。すべての山をハゲ山にするのだ。すべての食品が揃って幸福度が41まで上昇。やれることはまだたくさんあるが結構いい感じに発展してるぜ。キャンプファイヤーが混んでるから追加、やっとやめたー。おい。水路上に作ろうと思ったけどこれじゃ資材使いすぎ。てか近所にまだ空きスペースあった。ゴテゴテにデコってるし幸福度さらにアップしそうだな。まだ建ててない娯楽施設もあるんだけど、動力が必要。動力不足の今はちと辛いな。まあそのうちで。だな。土砂がなくてのんびり作業を見守る日々。ねえならほらいいだけだろうが。その手があったか。おい。ついでだし土砂採掘機ここに設置して川底の掘り下げもしましょ。長らくご愛顧いただきましたプール、本日で廃業です。こんな感じで設置して動力も拝借。これで土砂が量産できるかな？お隣の食品工場は菜種油が足りないけど構わず稼働。まあ食料かなり余ってるから適当稼働でも問題はなさそうだ。発酵食品の原料の倉庫を移設。マッシュルームとも。ここの倉庫湖側を開発するのに地味に邪魔だったんよ。水耕栽培園は食糧難の時の無計画建築で意外と邪魔。固定の平坦化は遺跡上の蓋が完成。大した効果は見込めない無駄工事で見た目がスッキリした。じゃあお次は簡単工事で効果あることするぞ。ここを掘り下げて貯水量を増やすのだ。爆薬の在庫は十分、一気に工事しちまおう。板と歯車はビーバー工場で作ってるので工業区の工場を撤去。で木材加工所に建て替え。そういや加工所爆薬生産のために一旦破壊してたな。ちょこっと葉っぱして地形をきれいに揃え中。作業開始2日でほぼ並べ終わったぜ。スクラップゲットのため地下遺跡の上に効率的な鉱山を建設開始。でも生産再稼働したばかりの加工板が300枚も必要だ。そのうちでキラー。適当だな。土砂採掘機完成。ボットよ土砂を掘り集めるのだ。いやもうビーバーが定時で帰るから動力止まるぞ。ビーバー語で文句言うな。
さあお次はここに水路を通してクレーターに流し込み、ここも貯水槽化するぞー。まずはここからクレーターに流れ込む汚水をなんとかしないとだな。少し爆薬で掘れば後ろに流せるかな？クレーター側は逆に貯水するために背面を埋める必要がありそうだ。てなわけで爆薬設置と、これぐらいならすぐ終わりそうだな。新プロジェクト発足だ。建設作業員を増員せよ。ビーバーの数も着実に増えております。やっつけ仕事。いいえ、これは見事なやっつけ仕事。屋根とかつけときゃ大体のもんはそれっぽくなら。無駄に鉄を使うビーバーの像2つも乗せる贅沢な家。はっぱー。さっきと工事完了、汚水の処理思いのほか簡単だったな。これならもっと早くやってもよかったかもね。では水路工事をするために、先に管路を敷設するぞー。これはそこそこ大規模工事になりそうだ。水路の推進は水車の受ける2マスを予定。でも間伐時に使えないので設置予定はなーし。使えないと分かってても拡張の余地は残す。これがビーバー脳だ。そして設計予定を進めていくと難所の警告。これを全部埋めるとなるとかなりの土砂が必要だ。鉄を消費しちゃうけどここは突出部でなんとかするか。鉄を使う高コストな工法。ちょうどマップ外に流れる溝もあるし、ここ排水にも使いたいしね。こんな感じになりそうろー。残りの設計はどうすんだ？トリマ管路完成してから考える予定。さいですか。間伐15日ほどが経過し、貯水槽の水もじわじわ減っております。27日は長い。お手軽貯水量アップじゃー。ハード難易度3の脅威の前に、見た目のしょぼい安易な貯水方法を実行。てかここを深くするとシンクレーター越え貯水する水も減るのがちょっと難点。貯水槽が複数あるとそれだけ管理は面倒になるぜ。前から気になってた、クレーター貯水庫固定の枯れた多くの伐採するどう？お、数十本しかなかった丸太の在庫も500本まで増えてる。なんかマッシュルームの在庫増えないなぁ。と思ったら昔隙間に建てた発酵場残したままだったけん。リソース管理のいい加減なビーバー脳。エンジンあるしここはボットの補給ステーションにしましょ。夜間動力確保のため回し車もマシマシ。またボットのための回し車が増えた。防水フロアで蓋したけどやっぱやめたー。どうしたご乱心か？いや一マス凹んでるのが気になったので、丸太ある指定棒で埋めようかと。それは工事前に気づけよ。捕まるた在庫 1600？ 一気に在庫増えました。そして今度は汚水が枯渇。生成物も作れず繁殖ポットも停滞中。ので間伐中も汚水を流せるようになる、汚水の放水を建設だー。建設作業中に汚水を浴びるとまずいので、足場はこんな感じ。これが完成すれば長期間伐になっても汚水の心配はいらないぜ。水車設置すれば無限動力にも使えそう。夢が広がるな。おらー、暇なら他で働けー。これ絶対後で稼働忘れるやつだ。覚えてるよ、多分じゃねえか。お前、暇そうやなー。こらビーバー連打すな。土砂不足と汚水枯渇で爆薬もねえ。お前の資材管理が下手で作業できてないだけだぞ。ごめんちゃい。やったー、重力バッテリーさんが夜を超えた。ギリギリ陥落が多かったけど紅葉区の動力問題解消。固定の多く、ごちそうさまでした。丸太在庫が2000になった。板も倉庫いっぱいの3000オーバー。これで丸太もかなり余裕できたぞ。だからちょっと暗い川が枯れてカッサカサになってても許してもらえるかな？うわ畑も枯れちまってるじゃねえか。でもご安心ください。いのーちの水。間伐終了だ。そして夕方になっても溜まってないダムの水。意外と貯水量ある？採掘機が掘った穴に水が溜まっちゃっててね。ああ川が枯れたのもそれが原因だろ。夜中にこっそり水門を立ててごまかしましょ。少しは蒸発に耐えれるようになるかな？中央クレーター湖もご覧の通り。結構水位減ってるぜ。30日だったらやばかったな。おっと危ない汚水ポンプ忘れかけてた。間伐明け翌日、なんとか思い出したビーバー脳であった。汚水の放水はあとは爆薬だけで完成するみたい。汚水があれば爆薬作れるしもうすぐだな。でこっちの汚水はご覧の通り。前はこっちの穴から排水されてました。クレーター貯水槽も固定の平坦化が完了。これでほぼ完璧かな？問題は水源が3つしかなくてあまり水がたまらないくらいかな？それ致命的な欠陥じゃねえか。十分役に立ってるのでよし。水だばー。間伐明け3日で溢れる感じか。もう少しがっつりダム作れば新クレーター貯水槽いらんかも。もうプロジェクトは動き出してるってのに、なんか無駄工事になりそうな予感。それでも追加の底下げ結構じゃ
やっぱここを深くするのが一番楽な貯水だな。でもロマン不足なのでもうちょいなんとかしたいよ。水不足よりロマン不足で悩む、それがうちのレイムさんだ。汚水の放水、完成だー。それではボタンをポチッとな。ドームが開放されビーバーは無限の汚水を手に入れた。これでもう汚水が不足することはなーい。で新貯水槽の水路工事の進捗はこんな感じ。爆薬の生産も再開されてこっち側はもう完成間近だな。てなわけでこの先の建設指示をせねば。微妙に面倒な渓谷部分は結局突出部を使う模様。まっすぐ水路作ろうかとも思ったんだけど、地形に合わせて綺麗に斜めも面白いかも。でもそうなるとこの角の部分が気になるね。なんかガタガタで気持ち悪いな。そうだ、アプデで土砂ブロックが壁から3マスまで飛び出して設置できるようになったから、これを駆使して工事だ。こんな感じで3マスまでなら支えがなくても土が漏れます。繋がってる部分を消す場合は、空中には残せないから消える感じっぽいな。これなら突出部も使わないでいけるから資材の節約にもなるね。建築の自由度が少し上がったな。そして新技術を駆使した結果、無事斜めの渓谷をまたぐ水路の設計が完成。支えがなくてもこれが作れるのは面白いな。さあ皆の者を、建築に取り掛かるのだ。次のサイクルには新貯水槽完成するかな？暇そうだった奴らも全員出動したようだ。資材があればちゃんと働く勤勉なビーバー。汚水が枯渇して生成物が作れず、停滞してた繁殖ポットも無事再稼働できたみたい。中身、栄養たっぷりとって大きく育てよ。そして汚水の放水を中止しながら17としょぼい干ばつが到来。干ばつの開始とともに汚水の解放がない汚水の源が止まった。片方は無事汚水が湧き出し続けてる。こりゃ無限動力にも期待が持てるね。ビーバーたちの未来は明るい。では汚水の解放のチェックも終わったので最後に街の様子を見て締めましょ。ここはしれっと完成してた甘露。これで楽々山登り。3種の食品工場と土砂採掘機。当分食料は過剰供給になりそうだ。キャンプ場とやっつけ仕事へ。ビーバーがはまらないように屋根の建設許可は少しずつ出してるためなかなか完成しない。追加で設置した回し車。彼らの頑張りで夜間の動力は賄われている。じゃ回し車を回すビーバーを眺めつつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、グッドボタンポチッとお願いいたします。嬉しいです。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。